それでは今からなんと陳建一のガパオライスを作りたいと思います。それじゃあね、まずね材料ねこちらにこう全部用意してあるんですけど、まず鶏のひき肉、これをね香りよく炒めましょう。これを炒めています。完全にね火を通しますね。これまだ炒め足りない。ここ大事なのはね、しっかりとね水分をねなくしながら炒めていくっていうのが大事ね。ここがすごく大事。このね真ん中にね今ちょっと見えるんだけど、ちょっと濁った汁が出てくるのね。ほらほら、少しこう、これはまあダメね。これはまだね薬味とか入れちゃいけないっていう合図ね。これがだんだん炒めてって綺麗な澄んだね油が出てきますから、そしたら調味料入れていいよっていう合図ね。これは見て、ほらほら、すごい分かりやすい。これちょっと濁ってる、ほらほらほら、これ分かります？濁ってるの、ほら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 、これ鶏の臭みだからね。これをねしっかりと炒めて、もうちょっと音がね教えてくれるね。ちょっと焚き火の音がしてくるから、だいぶ良くなってきたね。あ、来た。ほらパチパチって言ったの聞こえるかな。あ、いいっすね。はい、じゃあほら見てこれ、今度これなんかちょっと見てみましょう。はい、これね今ね出てくるからね。これほら全然水分ないよ。ほらほら、水分ないですよね。この状態はねもう最高だね。もうこれね鶏肉が美味しいぞってもう言ってるようなもんね。はい、じゃあ次ここへこれニンニクと生姜入れます。はい、そしてここへ玉ねぎをね入れていきましょう。でちょっとさっと炒めてね、はい、玉ねぎの甘みをねちょっと出しましょう。はい、そしたらここへね調味料入れていきましょう。はい、まずですね、おうちゃんこれ中華なんでね、本当はガパオライスにね豆板醤が入りません。でも僕は入れます。美味しいんです。これが豆板醤が入ります。はい、今日はねちょっとこの汁入れちゃおうかな。はい、そしたらあとですねいろんな調味料入れていきます。これねオイスターソースね、これオイスターソースが入ります。はい、そしてねこれはね中国醤油ですね。はい、それからあとですね、これはねタイのチリソースね。やっぱこれガパオだからこれが入ります。そしてこれねこれはね売ってない、これ自家製のね唐辛子の醤油漬け、これが美味しい。はい、これを全部入れていきます。胡椒も入れちゃおう。はい、でこれを炒めましょう。炒めて香りを出しましょう。おお、ちょっと馴染んできたらここへねパプリカ、これ茹でたインゲンね。このインゲンがうまいんですね。基本的にはねこのガパオにインゲン入んないんだけどね、これ入れると美味しい。でここで大事なのがナンプラー。これがやっぱね独特の香りだね。ナンプラーね。ナンプラーもうちょっとナンプラー、これラー油入れましょうね。中華ラー油入っちゃうな。でほらちょっとこう水分が出てるからね、わかる？これをちょっとこうしっかりとこう今ほらちょっと出てる、これちょっともうちょっとしっかりとこう炒めてね。
ほら見て見て見て、ほらこうしほら汁がほらあんまり出てこなくなるから、ちょっと多少出てきてもいいから、これがご飯にまぶると美味しい。この汁ね。はい、で最後にこれ大事ね、バジル。もうバジルはもうさっと炒めたら完成。はい、これで出来上がりです。はい、ご飯のはい、ガパオライスの完成でございます。